皆さんこんにちは。インドブロガーのかよりーなです。林です。今回もですね、前回に引き続きドリンクトゥインジャパンの林さんにゲストに来ていただいてます。すいません。過去の動画では林さんのインド事業立ち上げとか、シンガポールでのマネージメントの話とか海外経験がとにかく豊富なんですよ。計6年半ぐらいですか。そうですね。かなりレアな経験を持ってる方なんですけど、今回のテーマはですね、海外就職ありかなしかについてですね。これ実はちょっと今日台本何も作ってなくて、ぶっちゃけどう思ってるみたいな話をちょっとしてみたいなと。私の経験を簡単に話すと、2016年から2018年までインドの現地採用で働いてたわけなんですよね、はい、で林さんは2014年からインド、2017年からシンガポールで、計6年半ですね、駐在経験をしてきて、私より全然圧倒的に経験されてるんですけれども、海外で働いてきたと、今回は海外就職ですね。だから自らの意思で海外に行く人たち、お互いに人材エージェントとかもやってて見てきてるんで、ありかなしかみたいな話をちょっとしてみたいと思います、はい、どうですか林さん、このテーマありですか。海外就職って2パターンしかないんですよ。お、海外就職は2パターンしかない。1パターンはその国で働きたい、2パターン目はその国に住みたい人。へえ、住みたいと働きたいってちょっと違うんですか。違うんですよ。その国で働きたいっていうのは海外で仕事をしてキャリアを積んでいきたいっていう人たち。住みたいっていうのはとにかくその国が好きで、その国で生活をしてみたいっていう人、これインドとか結構多いんですけど、自分の人生を豊かにするための選択肢としての海外就職は私すごく賛成です。ただ例えばじゃあ自分の年収を1000万円に上げたいとかっていうふうに考えた時に海外就職が最短の道かと言われるとそうじゃないと思いますね。なるほど、じゃあそのキャリアの戦略的にキャリアアップしたいとかっていう人に対してはあんまりその海外就職は進めないと。ちゃんと考えないとあんまりいい結果にならないこともあると思いますね。これが現実ですね。はい。ちなみにですね、私は結構公式見解として割とインドに行ったら希少価値が上がるんじゃないかなみたいな、インドこれ伸びてるしみたいな感じの考えで、あんまり生活云々というよりかはどっちかっていうといずれ人材として価値上がるんじゃないかみたいな感じで行ったタイプの人間なんですよ。でもあんまり早瀬さん的にはそれをお勧めしないと。希少価値っていう言葉に結構踊らされちゃいがちなんですけど、やばい結局デマンドありきなんですよね。重要ですね。はい。要はマーケットのニーズがあってこそその価値は生かされるということですね。なので希少なのはすごくいいことで、その将来的な投資にはもちろんなるとは思うんですけど、じゃあその場面場面においてデマンドが発生してなかったとしたら、希少石も結局石でしかないのでそのあたりをきっちり戦略的に考えた方がいいと思いますけど。痛い言葉ですねただその一方でその国に住んでみて自分の人生を豊かにしたい、自分の経験値を増やしたいとかっていう漠然とした意味のものなのであれば、すごくやっぱり海外での生活って豊かになるし、価値観も広がるし、すごく良かったなというふうには思いますけどね。確かに私もインドにいた時と今の生活とかやっぱ全然違いますよね。時間の流れ方も違うし、やっぱ日本ってすごく仕事とかキャリアとかに一生懸命な人ってすごく多いと思いますし、全然それいいことだと思うんですけれども、そうじゃない世界観というか味わえますよね。そうですね。日本だったら確実に味わえないものなので、そういった意味では価値観が広がりますよね。実際どうですか、帰ってきてみて日本帰ってきてみて思うのはいろいろ思うんですけど、働きやすさ海外の方が働きやすいですね。人もそうだし、働くことに対する概念もそうだし、やっぱり海外の方がワークライフバランスっていうんですかねが概念としてしっかりしているので、そういった意味では働きやすかったなというふうには思いますね。あとは自分のこの6年半の海外の経験がそっくりそのまま日本でのその実社会に適用応用できるかと言われると、それは必ずしも応用できなくて、工夫を凝らさないとなかなか応用しきれない。冒頭の話とつながりますけど、海外行って海外で働いてよっしゃ経験積んだ、パワーアップしたって帰ってきてすぐにそのパワーアップした部分が評価されるかと言われると、それはまた別問題だよっていう話です。早瀬さんみたいにインドとかシンガポールとかいろんなとこ行ってたとしても、やっぱりその日本で生かす場面っていうのは別に全部じゃないと。そうですね。林さんはね、本当にキャリアアップとかっていうのを考えて海外就職するっていうのはちょっとね、希少性って言葉に惑わされない方がいいよみたいな言葉もあったと思うんですけれども、一方で海外就職を通じて経験値を積もうみたいな、いわゆる私みたいなタイプですね、中にはいると思うんですよね。
そういう人たちも正直まだ残ってる問題として、帰国後どうしたらいいか分かんない問題とか、ぶっちゃけあるんですよね。私も結構そういう相談いただいたりするんですけども、この転職とか採用とかを死ぬほど見てきた林さんとしては、海外での経験とか海外就職をなんかどうやって生かしていけばいいかみたいな、なんかそういうのってあったりしますか？帰国後のキャリア路頭に迷う問題っていうのは本当に確かにあって、実際にこうステップアップするケースっていうのはもちろんある。そうですよね。いいのがあるので、うまくいってるケースとそうでないケース、何が違うかっていうと、キャリアって横軸に職種の軸があって、縦軸に業界の軸があるんですけど、両方の軸をずらしちゃうケースがあるんですよ、海外就職って。例えば建設業界で積算の業務をやってる人がサービス業界の営業に転職をする、そうするともう縦も横もぶれるので、海外経験が帰国後に全くつながってないので、ストーリーが次の転職の時に評価されにくいんですね。その成功してるケースっていうのは、どちらかの軸をずらさずに拡大解釈をしてこうキャリアを作っているケースの方々っていうのはやっぱり成功していますね。なので例えば人材業界にいる人がいわゆる HR テックの業界に転職をするとか、何かしら1社目と2社目で2社目と3社目のこのストーリーをきちんと結んであげることが路頭に迷わない工夫の一つかなというふうには思います。海外就職行く際にもう全部変えちゃうと、やっぱりその後の掛け算の仕方が分からなくなって、そうですそうです。私は帰ってきてからもインドに関する発信とかインド人の採用とかインドの軸をいわゆるこう残してやってるんですけれども、確かにその海外就職とか行ってそういうなんかこう新たに得た軸とか、それをやり続ける覚悟みたいなのも必要ですよね。生かすにもなんかある意味経験を育たされるというか、なんかそううまく言えなかったけど、そうみたいなのも確かに大事かもしれないですよね。天道を割らせないのはすごく大事だと思いますね。そうです。林さんはやっぱいろんな方のこう転職とかを見てきてると思うんですけれども、今若い人結構転職悩んでると思うんですよ。このまま続けていいのかなとか、キャリアアップとか、そういう時ってどんな風に考えたりしますか？転職のタイミングとか。そんなに重く考えすぎなくていいんじゃないのかなと思いますね。スキルの有効期限ってすごく短くなってきているので、実際にこう今の現職でやっている仕事が5年後あるかって言われるとないかもしれないって考えた時に、じゃあこのままいていいのかどうか、新しいキャリアが自社内にあるのかどうか、ないのであれば別に転職をすればいいと思いますし、もうとにかくこれからの世の中っていうのは学び続けていかないと取り残されてしまう、そういう環境になると思うので、自社に学べる環境がないのであれば転職をするっていうのは思い切りのいい選択だと思います。なかなかね、日本の人っていうのは転職とか、海外就職とか選択肢を普段こう持ってる人っていうのは少ないかなと思うんですけれども、そうですね。林さんはね、そういう事例をたくさん見てきてるので、あんまり考えすぎなくていいと。そうですね。簡単にこうポン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 転職をするのはいいとは思わないんですけど、でもやっぱり実際シンガポールとかインドネシアとかインドとかのどこもみんな転職をするので、普通にそれが当たり前の世の中になってるので、日本も遅かれ早かれそうなるだろうなというふうに思います。海外転職とかそういう転職に関するなんか相談ある方はぜひ林さんなんか概要欄に載せておくので、ぜひ見てもらえればと思います。今日のテーマはですね、海外就職ありかなしかというところで、ちょっと転職の話もいろいろしてみましたが、そしたらまた次の動画でまた林さんのいろいろお話また深掘っていきたいと思います。この動画がいいなと思った方はぜひチャンネル登録をお願いします。